まりの前です。今日は何気に初めて夜の撮影、今9時なんですけど撮影をしています。今日は日だまりが囲碁以外のボードゲーム禁止にこだわり続けている理由についてお話しします。この動画は囲碁カフェやりたい、囲碁のお店を持ちたいと思っている方に向けた動画です。なぜこのシリーズを始めたかというと、なかなか囲碁カフェを経営している人っていないと思うんですよね。それでいつの日か囲碁カフェやりたいなっていう思う人が出てきた時に、その人のお役に立ちたいなと思って動画を作っています。この動画が初めてっていう方もいらっしゃると思うので、簡単な自己紹介をさせていただきます。私は19歳の頃から25歳までバーテンダーをしていました。バーテンダーを20代半ばで辞めた理由は、女性が長く働ける職場ではないと思ったからです。その後事務職に転職したんですけれども、同時にトランスというダンスミュージックの DJ を始めました。4年前まで音楽の道を志していたんですけれども、母が他界したため家業である碁会所を継ぎました。なぜ碁会所を継いだかというと、自分にしかできない方を取ったからです。その後、碁会所というビジネスモデルでは将来が見えないと思い、3年前にカフェと囲碁日だまりをオープンしました。今日なぜこの、ボードゲームを扱わないかっていう理由についてお話しするかっていうと、ボード、例えば五目並べとかし始めた人に私ははっきり注意するんですよね。ちょっと他のボードゲームはご遠慮いただいてるんですって。で、何回か注意したことがあるんですけど、あいつ感じ悪いなみたいにレビューをいただいたこともあって、それは本当申し訳ないんですけど、ここは私の店であって私のこだわりの塊でできてるわけですよ。で、そういうこだわりって持っていいと思いませんかっていうことをお伝えしたくって、この動画を作りました。早速その理由が3つあるんですけど、1つずつ、お伝えしていきます。1つ目、家業は囲碁屋。2つ目、寿司屋で食べるラーメンは美味しいと思いますか。3つ目、アイデアが湧く秘訣は一途。以上の3つの理由です。1つずつ解説していきます。1つ目の理由、家業は囲碁屋。私のこの日だまりの前身の林囲碁クラブというところは1965年に祖父がオープンしました。碁会所っていう名前がついていたので、そのまま囲碁を受け継いだんですけれども、これがもし例えばボードゲームカフェだったらそのままボードゲームカフェをやったでしょうし、将棋道場だったら将棋カフェにしたかもしれないんですけど、うちは囲碁屋だったのでそのまま囲碁というものを、一本の柱として、継ぐ決意をしました。なぜかというと、1965年から2016年まで何年だちょっと計算できないんですけど、その間、私の家族は囲碁で生計を立ててきたわけですよ。でそれを、いきなり将棋とかを入れて形を変えちゃうと、私がちょっと囲碁に対して恩返しできないなと思ったので、もう囲碁一本で100年企業を目指そうと、これは継いだ時に、心に決めました。2つ目、寿司屋で食べるラーメンは美味しいですか。ですね、これは表現そのまんまなんですけど、寿司職人の、飲食店に置き換えてですよ。飲食店っていうジャンルの中ではお寿司屋さんもラーメン屋さんも飲食店ですよね。でも寿司職人の人は修行を積んで寿司屋さんを、オープンします。ラーメン屋さんは同じように下積み時代にスープの味とか野菜の切り方とか、修行を積んでラーメン屋さんをオープンしますよね。でそんな修行を積んできた人たちが、じゃあお寿司屋さん美味しいですよね。でもそこでラーメン出したら美味しいと思いますか。美味しくないと思いませんか。私はそう思っちゃうんですよね。同じように私も囲碁の家業50何年目かで継いだんですけど、その囲碁に関してのノウハウは、その家族が残してくれていたので、こういうふうに運営すればいいんだっていうのは分かります。でも将棋に関しては知識が何もないわけです。それで例えば日だまりがいきなりオープンする時に囲碁もやって将棋もやってってなった時に、
他に将棋のカフェなんていっぱいあるわけですよ。そこと比較された時に勝ち目はあると思いますかっていう話なんですよね。囲碁や所詮囲碁やなのかなって私は思っちゃいました。その将棋を本気で将棋を楽しんでもらいたいなって考えている経営者の人に囲碁も将棋も両方考えてますっていう人は勝ち目はないわけですよ。だってアイデアが出てこないじゃないですか。囲碁のことも考えて将棋のことも考えて、例えばこれでチェスとかも入ってきたらチェスのことも考えて、もう多分訳が分かんなくなっちゃうと思うんですよね。そんな私も実は開業する前は他のボードゲームあった方がいいんじゃないかなって、ちょっと考えました。ちょっとですね。いやでもなんでそんなことを考えたかっていうと、囲碁の人口は今すごく少ないわけですよ。昨年の時点で200万人ぐらいのっていう統計に出てましたけど、今は多分もっと減ってますよね。でそれ将棋の方が競技人口が多いわけですよ。レジャー白書っていうのを見ると分かるんですけど、囲碁よりも断然将棋の方が多いんですよね。で、囲碁もやって将棋もやれば、裾野が広がるから、お客さんはたくさん来ますよね。でも本当にそれでいいのかっていうことを立ち止まって考えました。裾野は広がるかもしれないけど、囲碁一本で生きていける方法ってあるんじゃないかなって考えました。それで経営者の人の本とかこう読むとですね、悩んだ時は難しい道を選びなさいと書いてあるわけですよ。なので、囲碁一本でやっていく方が難しい、単純に集客できる人数が少ないっていう意味では厳しいわけじゃないですか。だから私はそっちの道を取りました。3つ目、アイデアが湧く秘訣は一途。囲碁一本でやるぞと決めるとですね、囲碁と向き合う時間がすごく多くなるわけですよ。その中でどういうふうにしたら囲碁をやらない人に魅力を伝えられるかなとか、どういうふうに考えたら囲碁をやってる人にもっともっと楽しいと思ってもらえるかなっていうのを考えるようになりました。でもうこれって囲碁一本でやるぞって決めるのって私にとっては結婚とすごく似てて、もう辞める時も健やかなる時も永久に一緒にいますかみたいな話をするわけじゃないですか。本当それと近くって、もう囲碁一本でやるって決めたんだから、どんなに売り上げが悪くても将棋始めましたとか絶対やらないって決めたんですよね。それやるぐらいなら店辞めるわと、決意しました。でもですよ、そうやって四六時中囲碁をどういうふうに人に面白さを分かってもらうかっていうのを考えるとですね、不思議とアイデアが湧いてくるんですね。これ多分向き合ってる時間が長いからだと思うんですけど、今まで、うちがやってきたもので珍しいので、囲碁ラテアート、これはカフェからアイデアを、カフェのラテアートってあると思うんですけど、あれからアイデアを得て、外国人向けの、囲碁レクチャーっていうのは着付けっていう体験から、囲碁ってお土産にできる、体験だよな、だってそれ身につけたら世界中どこに行っても楽しむことができるわけじゃないですか。で将棋と違って白と黒しか認識するものがないわけですから、すぐに、覚えて帰れるし、今ネットでも、親切に解説してる、YouTube にも解説が落ちてたり、そういうウェブサイト、英語のサイトもあるじゃないですか。で3つ目が、囲碁を打つ外国人の方に向けた、マナーポスターっていうのを作りました。これは知り合いのイラストレーターさんにこういうのを作ってほしいんですってお願いしたんですけど、これも銭湯に入ってて、なんか面白いアイデアないかな、パッて見た時にそこにマナーポスターが貼ってあったんですよ。要は体を洗ってからお風呂に入りましょうねと、走っちゃいけませんよとか、大声で騒がないでくださいねっていうことが書いてありました。これ囲碁いいんじゃないかなと思いました。なぜかというと、うちのお店に来る外国人のお客様はネットでしか打ってない方が多いんですよ。だから整地できない人が多い。つまり対人と打っていないっていうことはルールというか、礼節が分かんないんですよね。だから日本全国っていうよりも日だまりではこういう礼節を推奨していますよっていうものを作ってお土産にして渡したら、
なんか喜ばれるんじゃないかなと思って、それはファイルにして来てくれた外国人の方にはお渡ししてきました。っていう風にですね、今言ったものって多分うちの店しかやってないものなんですよ。それは私が四六時中囲碁のことを考えて、何かものを見るにしてもこれと囲碁ってどういう風になんか掛け合わせられないかなっていうことを考えているからなんですよね。これが例えば他のボードゲームがあったらこんなに考えられなかったと思うんですよ。きっと私はなんかこうなんだろうな不器用な人間なので、いろいろできないんですよ。だから囲碁も将棋もチェスも他のボードゲームもってやってたら、それぞれのファンをとにかく集客しなきゃっていう方にシフトしてたと思います。その内容っていうよりもとにかく SNS で今日は囲碁、今日は将棋、今日はチェスですみたいなことを散々やってお客さんを集客するっていうことしかできなかった、要はマーケティングのことしかできなかったと思います。でも囲碁一本だからそれをどういうふうに世の中の人に分かってもらうかっていうことを考える、深く考えることができたんですよね。今も考えられてますけど、こうやって YouTube やったりトーキングアバウト語をやったり、そういう新しい他の人がやったことないアイデアが思いつくのは、とにかく四六時中囲碁だけのことを考えて向き合っているからだと信じています。はい、日だまりが囲碁以外のボードゲームを禁止にしている理由3つについてお話ししました。いかがだったでしょうか。この動画ね、賛否両論あると思うんですよ。本当に。でも私のお店は囲碁以外は本当ごめんなさい。もうその動画の中でもお話ししましたけど、私本当に囲碁を大事に思ってて、家族が55年間囲碁に支えられてきたわけですよ。だから本当に恩返しするためにはですね、四六時中囲碁のことを考えてないと100年企業とかできないと思ってるんですよね。だから囲碁かける何かっていうのは常に考えてるんですけど、他のボードゲームを入れるっていうのはもうこの先も一生ないと思います。ないと思いますっていうかないです。やるぐらいならやめちゃいます。で、そういう恩があるから世界中の世界っていうレベルで見て囲碁人口の人が増えるようにどうしたらいいのかなって考えてトーキングアバウト語っていうのも始めましたし、海外の人が参加できるようなオンラインサロンもできないかなっていうことを今は考えています。コロナウイルスで大変ですけどね。で囲碁しかやらないって言ってますけど、広い大きい視野を持ってみるとですね、飲食店だってみんなこだわりがあるわけですよ。ソース2度漬け禁止のお店もあれば、何度だってつけていいよっていうお店もあるでしょうし、売る商品が1種類しかありませんよっていうお店だってあれば、いっぱい置いてる居酒屋さんだってあるわけですよ。要は経営者の数だけこだわりっていうのは世の中にあると思うんですよね。だから私は囲碁しかやらないですけど、そうじゃないお店もあると思いますし、うち日だまりでは囲碁を楽しんでいただけたらと思います。最後まで見ていただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。さようなら。